どうもこんにちは、川口の健です。今回から何回かに分けて MTO のデザイン解説をしていきたいと思います。現在2026年春の時点で MTO は、16種類かなデザインがあります。それぞれモデル出すたびに1本動画撮って解説してるんですけど、改めて初期の頃からあるモデル含めてデザインについて詳しく解説していきたいと思います。まず今回1回目は MTO モデルのウォールナットとペカンです。こちらそれぞれストレートチップとパーチドキャップ等のオックスフォードのモデルになっています。まず MTO のモデルに焦点を当てる前に、このクラシックシューズとしてのストレートチップ、パーチドキャップ等のデザインというところについて解説していきたいと思います。MTO モデルというのは比較的クラシックなものを取り揃えてまして、革靴のデザインというのは革靴自体が伝統的なものなので、前衛的なデザインとかモードなデザインってあんまりないんですよね。やっぱり機種の MTO でもクラシックなデザインを定番として用意してありますので、まずは一般的な革靴のデザインとしてのキャップとパンチドキャップと解説していきたいと思います。今ちょっとねストレートチップとキャップとって出ましたけど、このデザインまず大きな分類でいくとオックスフォードというデザインになります。これは、内羽のことをオックスフォードと言います。オックスフォードが内羽でダービーが外羽ですね。この全体のオックスフォードというデザインの中のキャップともしくはストレートチップと呼びます。つま先にキャップがかぶっているような一枚皮がかぶっているデザインだからキャップと呼びますし、そのかぶってるラインが一文字一直線になるのでストレートチップと呼んだりもします。どっちでも大丈夫です。それではまずキャップとオックスフォードについて解説していきます。まずね、多くの人がクラシックな革靴と聞いて一番に思い浮かべるのがキャップとオックスフォード、ストレートチップだと思います。就活だったり冠婚葬祭、ビジネス、全てにおいて間違いない靴とされてきたのがこのキャップとオックスフォードです。ただクラシックのこの流れというか、この歴史を見てみると、現在において最もフォーマルとされるのは実際キャップとオックスフォードではある意味ではなくてですね、最もフォーマルとされるのはキャップすらないプレーントーのオックスフォードです。そしておそらくこっちのプレーントーの方が歴史上は先に登場していると思われます。しかし現在においてはプレーントーのオックスフォードってあんまり見ないですね。キャップトーのオックスフォードばかりよく見ますし、それが最もフォーマルな靴として多く知られていると思います。これなんでかっていうと、おそらくなんですけど、プレーントーオックスフォードってですね、めちゃくちゃ装飾が少ないんで、ちょっとフォーマルすぎて本当に式典とか正式な場にはいいんですけど、ビジネスとかになるとちょっと印象としてフォーマルすぎちゃうのかなというところが一つ。プレーントーンのここに一文字の切り替えが入るだけ、本当それだけなんですけど、それでもだいぶ印象が変わって使える範囲が広くなる、そんな印象はありますね。じゃあそもそもキャップトーって何なのかっていう話なんですけど、つま先に一文字になるように皮がかぶさってる。これもともとはプレーントオックスフォードがあり、そこに一枚皮をかぶせることによって補強的な意味合いがあったらしいです。つま先って結構ぶつけたりとか屈曲曲がったりするじゃないですか。なのでダメージを受けやすい、型崩れしやすい、そういう意味で実用品としての靴を考えた時により耐久性の高い実用に耐えうるデザインとしてつま先に一枚皮をかぶせるっていうのができたらしいです。なのでクラシックな靴の作り方っていうのは、このプレーントオックスフォードの上に1枚皮をかぶせていて、つま先の部分って皮が二重になっていますね。今でもそういう作り方をすることはたまにあるんですが、その辺はまた後ほど解説します。そしてヨーロッパの方ではですね、特にイギリスですね、軍とか官僚の成果、正式な靴ですねにキャップとオックスフォードが採用されていたらしいです。だからそういうイメージもあって、ちゃんとした人がちゃんと履く靴というイメージでキャップとオックスフォードが現在ね最もフォーマルな靴として定着してるんじゃないかと思います。日本にねそういったイギリスの文化が輸入されて、そういう靴だよというふうに一般的に教えられていく、それが染み渡っていくことによってみんなが一番このキャップとオックスフォードがフォーマルな靴だと思っている
っていうのが現状かなと思いますね。でこのキャプトオックスフォードのモデルを MTO 機種の MTO モデルにしたのがウォルナットというモデル名ですね。キシザワークの MTO モデルというのは樹木の名前をモデル名にしておりまして、ウォルナットというのは、家具にも使われる三大高級木材と言われていますが、色がちょっと茶色い濃い茶っぽくてですね、品格がありつつそこまで派手ではないみたいな、そういう樹木なんですよね。なのでウォルナットに対する印象からキャプトオックスフォードによく合うなということでウォルナットというモデル名をつけています。そしてペカン、こちらはウォルナットの本当にちょっとした派生なんですけど、つま先の一文字の部分だけに穴飾りが入っています。これ本当ちょっとした話なんですけど、これがあるだけで靴の印象として結構変わります。なので、本当にフォーマルな靴が欲しいという方はキャプトオックスフォードストレートチップ一択ですけど、別にそこまで制限厳しくないしなとか、普段使いもしたいし観光総裁も使えるような靴一足欲しいなみたいな場合は、パンチとキャップと穴飾り少し入れるだけでもだいぶ使いやすくなりますし、ちょっとシャレっ気も出ますので、そういった微妙な違いを楽しめる、ほぼ同じだけどちょっとの違いで全然違う靴になってるみたいなのがウォルナットとペカンの関係性ですね。ちなみにこの名前のウォルナットとペカン、これウォルナットってくるみですね。ペカンってピーカンナッツとかって聞きなじみあると思うんですけど、どちらも同じ植物として同じ分類に入るんですよね。似てるのでどっちもナッツ、食べられるナッツですし、そう分類上も似てるんですよ。なのでウォルナットと名付けるならペカンしかないだろうということで、そういうデザインの意味合いとモデルの意味としてね、もうちょっとねリンクさせたりなんかしてます。だから簡単に言うならば、ウォルナットはクラシックから見て完全に王道、これぞ王道ですね。でペカンはそこから少し外したシャレっ気のある一足みたいな、そういう感じになると思います。ここで一つ思うのが、プレントオックスフォード革靴の中のクラシックなルールとしては、外羽よりは内羽、オックスフォードの方がフォーマルである。でこの内羽の中で装飾が少なければ少ないほどフォーマルになる、だからその最上級がプレントオックスフォードであるということなんですけど、あのデザインはって思うのがホールカットなんですよね。ホールカットって全く装飾ないんですよ。内羽のオックスフォードっていうのはバンプラインといって革の切り返しが1本あるんですけど、ホールカットってその継ぎ目すらなくて革全部つるっとしてるんですよね。じゃあそれが最も装飾が少なくてフォーマルなんじゃないかと思う方いらっしゃるかもしれないんですけど、ホールカットっていうのは結構新しめなデザインでして、ホールカットの特徴はやっぱり一枚革であることで、それをしっかり靴という形にできること、装飾がないことの、もうどこにも継ぎ目がないつるっとしている美しさみたいな、そういう特徴があるんですけど、それはこのクラシックなデザインというよりは後々出てきた少しモダンなデザイン、工房が技術力だったりこの贅沢さを証明するためのデザインとして後から出てきたものなので、またクラシックの文脈とはね少し外れた位置にいるのかなと思いますね。そしてここからが既製靴とは違った MTO、 オーダー靴ならではの面白さというところを解説していくんですけど、このウォルナットというモデル、最も多いオーダー、そしてやはり最も王道なのは黒のボックス革ですね。これこそ最もフォーマルな形ですし、どんな時でも使える万能フォーマルシューズです。これはもう本当に王道ですよ。歴史的に見ても、一般的な今の社会から見ても王道のフォーマルなドレスシューズ。ただオーダーならではの外しっていうのが結構効くデザインでもあるんですよね。デザイン自体がめちゃくちゃ完成されていて、クラシックの文脈の中でも王道を一筋でやってきているので、革とかちょっと細かいディティールで外すことができるっていうのがこのウォルナットというデザインの面白いところ、懐の広いところだと思います。例えばコードバン、こちらの写真のモデルは茶色のコードバンを使ったキャプトオックスフォード、こちらは熊の皮を使ったオックスフォード、他にもサクレはないんですけどクロコダイルだったりイノシシ革だったりさまざまな革をこのデザインで選ぶことももちろん可能です。こういった素材って基本的にキャプトオックスフォードに合わせたら変になる革ってないんですね。
おそらくこれはもう形が完成されすぎている、キャプトオックスフォードという形で完成されたデザインですし、本当に一般的な基本的なデザインなので形自体に見慣れているので、素材が変わってもその違和感をね覚えないっていうのが一つあると思います。コード版でもし靴をオーダーする場合、例えば外羽のプレーントだったり、エプロンダービー U チップのね外羽の靴だったり、それ間違いなくコード版合うんですけど、あえてストレートチップにコード版を載せることであんまりなさそう、全然おかしくはないのに違和感はないのにあんまり見ないなみたいな、それこそやっぱりねオーダーで作る醍醐味かなと思います。革靴ってこのクラシックの文脈ありきで全部が成り立つんで、そこからあまりにも外れすぎるとなんか革靴じゃなくていいっていう話にもなっちゃったりするんですよね。それが面白いところでもあり難しいところでもあるんですけど、そういった革の選び方だったりディティールのちょっとした選び方でクラシックというベースがありつつオリジナリティ個性を出すことができるっていうのが面白いポイント、こだわりがいのあるポイントかなと思います。これは感情論というか主観的な話なんですけど、例えばその黒のストレートチップ履いてたらっていうか TPO を考えて履くべき時には履くべきなんですけど、普段使いする時にそういう黒のボックスカフではなく別な革を使っているってあまり見ないじゃないですか。だから多分気づく人は気づくんですよね。あれなんかストレートチップなのにコード版かみたいな、珍しいなってことはもしかしてオーダーかなみたいな、なんかそういう一般的には全然普通の靴を履いてる時になんか分かる人は分かってしまうみたいなめちゃくちゃマニアックな世界ですけど、そういうのって実際あります。逆に一般的に見て派手すぎない、分かられすぎないことがゆえの自分だけが知っているこの満足感っていうか飾らない主張みたいな、なんかそういうのもその靴に対する愛着の湧く一つの、要因かなと思いますね。今回そんな感じでクラシックな革靴としてのキャプトオックスフォードの歴史、流れっていうのからオーダーならではの楽しみ方みたいな解説して、そのオーダーならではの部分ではちょっとこの黒のボックスカーフではないのをやってみてはいかがですかという話を結構分量が多かったんですけど、実際に黒のボックスカーフでウォルナットをオーダーいただくことが最も多いですし、黒のボックスカーフじゃなくても黒のミュージアムカーフみたいなほとんど黒に見えるけどちょっと違うみたいな、そういうのオーダーが多いです。で実際ウォルナットキャプトオックスフォードに求められるところってやっぱり黒のボックスカーフであることの一つだと思って、そのオーダー間違いなくありです。ただウォルナットが黒のボックスカーフだけしか合わないんじゃないかっていうのは全くないので、本当どんな素材でも受け入れる懐の広いデザインとなってますので、そういうね一風変わったマニアックだけど少し変わってるオーダーとして考えてみるのもねありなんじゃないかと思います。それでは最後にウォルナットとペカン、本当にクラシックなデザインなのでそんなにいじりようもないんですけど、それでもね少しバランスだったりディティールの部分で考えながら作ってますので、ティッシュの MTO のデザインとしてのディティールの解説をねやっていきたいと思います。こういったシンプルなデザインでも実はこだわれるポイントというのはいくつかあります。例えばキャップの大きさですね。これもう少しキャップ大きかったり小さかったりっていうのもあるんですけど、このモデルは大きすぎず小さすぎず、なるべくちょうどいい違和感のないバランス感を狙ってますね。そしてこのバンプライン、この部分のここの曲がり形状ですね。そしてこのバンプ部分の広さ、もっとこのバンプ部分を広めにとってイメージで言うとここがもうちょっと四角くなるようなデザインとかもあります。逆にもっと狭くしてもっと丸く描くようなラインもあります。このウォルナットのデザインとしてはそれの中間って感じですね。柔らかなラインを描き四角すぎも丸すぎもしない、そういうラインでデザインを起こしています。またこのバンプラインの落ちる部分ですね、これも長く落ちたり短く落ちたりっていろいろあるんですけど、これバランス的に長さここがねだいたい同じようになるような感じ、パーツが均等に配置されているように見えるようなデザインバランスで制作しています。そしてこの紐の横にあるこのステッチ、これフェイシングステッチっていうんですけど、ここが形がかなり広がるタイプ、まっすぐいくタイプ、白鳥の
首のようにスワンネックといって縫うタイプといろいろあるんですけど、こちらも本当にまっすぐすぎず曲がりすぎず、一番すっきり違和感のないラインですね。また紐の穴ですね、ここアイレット、ここ完全にまっすぐいくタイプと少し末広がりになるタイプがあるんですけど、こちらは少し末広がりになってます。でそうするとここ羽が少し開いている状態でほとんど平行に見えますよね。完全に平行にする、これも結構クラシックな感じでいいんですけど、そうすると羽が上に向かって開いた時にこの紐の長さが上の方が幅が広くなるというね、そういう風になりますので、なるべくまっすぐ見えるような形で若干の末広がりでアイレットを配置しております。またかかとですね、かかとここは縫い割りドッグテイルになってます。これドッグテイルと言いますね。犬の尻尾のようにクイッてなっているのでドッグテイル。これ何であるかっていうと、ここ一番上まで行くと縫い割りってこのかかとの履き口の部分結構負担が大きくて避ける心配があるので、横に逃がして補強するという、これがドッグテイルですね。そして縫い割りですね。なのでパーツとしては1、2、3、4枚、そしてタン5パーツで構成されています。そしてこのペカンのデザインとしてはウォルナットと本当に一緒です。型紙が共通しています。違うのはこの穴飾りだけですね。穴飾りの大きさも小さめ大きめいろいろあるんですけど、目立ちすぎないすごく一般的なバランスのいい穴飾りでデザインしてますね。最初の方でキャプトは昔革を二重にかぶせて補強をしていたという話をしたんですけど、機種の MTO ではここは実は二重にはなってないですね。ここで革が切れていってこの革とこの革をつないでいます。あえて二重にしない理由はいくつかあって、二重にすると釣り込みが非常に大変になるので、ビスポークとかでそういうオーダーあればもちろん可能なんですけど、 MTO ではそこまではやっていないというところが一つと、もう一つの理由の方が大事なんですけど、ここが革が二重になるということは革の厚み分木型より大きくなるんですよね。そうすると見た目として少しぽってりするボリューム感が出るので、それが好きな方ももちろんいると思うんですけど、今回のこのウォルナットのイメージとしては比較的シャープな感じも求めていきたかったので、あまりボリューム感が出過ぎないように革を1枚にするっていうのが大事な部分でしたね。補強という意味では革は1枚なんですけど、中にこのキャップの大きさと同じ位置に革の先芯、分厚い先芯が入ってて、それでがっちり固まってますので、二重にせずともしっかりと耐久性の高い作りにはなっています。ということで MTO のデザイン解説第1弾ウォルナットとペカンについて解説しました。またこんな感じでそれぞれのモデルについてデザインの流れだったり、どういう思いでデザインしているか、そういうところを解説していきますので、ぜひお付き合いください。それではまた。